その日、彼は静かに泣いていた。涙を拭おうともせず、ただその人の顔を見つめていた。22年間、ずっと探し続けた顔を。ごめんなさい。その一言は、小さく、震えていた。でも彼は、怒らなかった。叫ばなかった。責めなかった。ただ、深く息を吸って、こう言った。あえて、よかった。その瞬間、部屋の空気が変わった。許しでも、和解でもなかった。22年という時間が作り上げた、現実の感情が、そこにあった。萎縮も、痛くも、どこか静かな、本当の再会だった。この物語は、2026年の春に起きた実話だ。ある男性が、自分の出生の秘密を知ったのは、つい最近のことだった。彼が生まれた夜、誰かが彼をゴミ袋に入れた。そして、誰かが彼を拾った。彼は生き延びた。育てられた。そして大人になった。だが、心の奥底に、ずっと消えない問いがあった。自分を捨てた人は、今どこにいるのだろう。その答えを求めて、彼は動き出した。誰にも頼らず、一人で、傷つくことを覚悟して、この映像は、その再会の最後の場面だ。まだ、始まりの話をしていない。彼がどんな夜に生まれ、どんな朝に救われたのか、その話を、今からお伝えする。2004年、冬の終わりかけた夜明け前のことだった。韓国、仁川市のあるゴミ捨て場に、一人の男性がゴミを出しに来た。その時、ゴミ袋の中から、かすかな声が聞こえた。泣き声だった。袋を開けると、そこには新生児が一人、横たわっていた。へその緒は、まだついたままだった。体はすでに冷え始めていた。だが、命は、まだそこにあった。男の子だった。彼はすぐに救急車を呼んだ。命は、ギリギリのところでつなぎ止められた。その子は後に、ある家族に引き取られた。新しい名前をもらい、新しい家庭で育てられた。愛情を注がれた。普通の子供として、普通の日々を送ることができた。しかし、彼の心の中には、常に影のような記憶があった。記憶ではない。記憶すら、ない。ただ、空白があった。自分がどこから来たのか、という空白が、里親から事実を告げられたのは、彼が10代の頃だった。お前は、ゴミ袋の中で見つかった子だよ。その言葉は、歯のように胸に刺さった。怒りよりも、悲しみよりも先に、疑問が生まれた。なぜ、一体、なぜそんなことができたのか。母親とは何者なのか。今、どこにいるのか。そして、自分のことを、今でも思い出すことがあるのだろうか。その問いは、やがて彼を動かす力になった。2026年、彼は22歳になった。成人した彼は、ついに決意した。自分の手で、真実を探しに行こうと、誰かに頼るのではなく、結果がどうなろうとも、前に進もうと、その覚悟の先に、一人の女性が待っていた。彼女の名前は、キム・ジョン。2026年現在、40歳になっていた。22年前、彼女はまだ18歳だった。高校を中退し、アルバイトを掛け持ちしながら、一人で生きていた。誰にも頼れなかった。家族にも、友人にも、打ち明けることができなかった。お腹の中に命が宿っていると知った時、彼女が感じたのは、喜びではなかった。恐怖だった。絶望だった。そして、どこにも逃げ場がないという、静かな狂気だった。彼女がした選択を、言葉で説明することは難しい。ただ、あの夜、彼女は泣きながら歩いた。震える腕で、小さな命を手放した。そしてそのまま、走って逃げた。振り返らずに、それから22年が経った。彼女は今、小さな町で静かに暮らしていた。結婚はしていない。子供もいない。あの夜のことを、一日も忘れたことはなかった。そこへ、一人の青年が現れた。彼は、事前に手紙を送っていた。会いたいです。怒りに来るわけではありません。ただ、あなたの顔を見たいんです。その一文を読んだ時、彼女は声を上げて泣いた。会うべきか、逃げるべきか、何度も迷った。それでも最終的に、彼女は応じた。指定した場所は、小さな公園だった。春の午後、風が穏やかに吹いていた。ベンチに座る女性の前に、一人の青年が近づいてきた。二人は、しばらく何も言えなかった。
言葉よりも先に時間が流れた。やがて彼女が口を開いた。ごめんなさい。たったその一言が22年分の重さを持っていた。青年は泣かなかった。ただ静かにうなずいた。これは許しの物語ではない。二人がこれから何を選ぶのか、その答えはまだ誰にもわからなかった。あの再会からしばらくの時間が過ぎた。二人はすぐに打ち解けたわけではなかった。当然のことだった。22年という歳月は簡単に埋まるものではない。青年は自分の中にある感情を整理できずにいた。怒りなのか、悲しみなのか、それともただ虚しいだけなのか、自分でもよくわからなかった。それでも彼はもう一度彼女に会いに行った。なぜそうしたのか、はっきりした理由はなかった。ただ何かが自分を動かしていた。二度目の対面は最初よりも静かだった。彼女は自分の過去を少しずつ話した。あの頃自分がどれほど追い詰められていたか、誰にも頼れなかったこと、声を上げることさえできなかったこと。青年は黙って聞いた。責めるわけでもなく、ただ聞いた。その時間が二人にとっての転換点だった。言葉が積み重なるうちに少しずつ何かが変わり始めた。許しではなかった。和解でもなかった。ただ互いの存在を現実として受け入れ始めた瞬間だった。彼女は言った。あなたが生きていてくれてよかった。青年は長い沈黙の後、こう答えた。俺も生きてきてよかったと思えるようになりたい。その言葉は未来に向けて放たれていた。二人はまだ家族ではなかった。しかしもはや完全な他人でもなかった。傷を持つ者同士が同じ時間の中に座っていた。それだけで何かが少し軽くなっていた。この先に待つものが何であれ、二人は今同じ方向を向き始めていた。小さなしかし確かな一歩がそこにあった。そしてそれはやがて思いがけない形の幸せへと二人を連れて行くことになる。やがて二人の間に小さな日常が生まれ始めた。最初は短いメッセージだった。今日ご飯は食べましたか？はい、あなたは。それだけのたった数項のやりとりだった。それでもジュノにとっては特別だった。自分のことを気にかける人間がこの世界に存在する、その事実がじわりと胸に染みた。季節が変わり、二人は初めて一緒に食事をした。店を選んだのは聖母だった。あなたが好きそうなものを考えてみたの。その一言がぎこちなくも確かな温かさを持っていた。箸を持つ手が少し震えていた。どちらの手も。しかし二人は笑った。不格好でもそれは本物の笑顔だった。誕生日が来た。聖母から初めてプレゼントが届いた。手紙が1枚添えられていた。遅くなってごめんなさい。22年分ありがとう。生きていてくれて。ジュノはその手紙を何度も読んだ。泣いた。声を上げて泣いた。それは悲しみではなかった。ずっと空いていた場所に何かが静かに満ちていく感覚だった。幸せとは大きな出来事ではないのかもしれない。誰かに名前を呼ばれること、誰かの食事を心配すること、ただそれだけの小さな積み重ね。二人はゆっくりと、しかし確かに互いの存在に慣れていった。しかし人生は静けさだけを許してはくれない。幸せが形になり始めたちょうどその頃、思いがけない知らせが舞い込んだ。それは予告なく来た。二人が気づき始めたものを根元から揺さぶるような出来事だった。それでも二人にはもう一人ではなかった。互いが互いの支えになっていた。支えてくれた人がいた。ジュノが施設を出たのは18歳の誕生日を迎えた直後のことだった。手には小さな荷物、胸には何年分もの沈黙。社会に出た彼を待っていたのは想像していたよりもずっと冷たい現実だった。アルバイトを掛け持ちしながら狭い部屋で一人夜を越えた。疲れが体に積もるほど心の奥に眠っていた問いが浮かび上がってくる。なぜ自分はあの場所に捨てられたのか。答えを探そうとするたびに息が詰まった。やめようと思ったことが一度や二度ではない。全てを手放して消えてしまおうと思った夜も確かにあった。そんな時、一人の人物が傍らにいた。施設時代から彼を見守り続けた元担当職員の中村さんだった。
特別なことは何もしない人だった。ただ連絡をくれた。ただ話を聞いてくれた。温かくはないが、冷たくもない。ちょうどいい距離で、無理に前を向かなくていい。と、彼女は一度だけ言った。その言葉が、ジュノの足を地面につなぎ止めた。人は大きな言葉で救われるとは限らない。ただそこにいてくれる誰か、逃げずにいてくれる誰か、それだけでもう少しだけ経っていられる。中村さんの存在がジュノに一つの確信を与えた。自分が生きてここにいるのは偶然ではないかもしれない。誰かに拾われ、誰かに育てられ、誰かに支えられてきた。ならばまだ知らない答えがどこかにあるはずだ。その答えの一つが生みの母だった。怒りでもなく恨みでもなく、ただ知りたかった自分がどこから来たのかを。そしてジュノはついに動き出すことを決めた。それは静かな決意だった。しかしその一歩は彼の人生を確かに次の景色へと変えていくことになる。その決意は突然訪れたものではなかった。長い時間をかけてゆっくりと積み上げられてきたものだった。ジュノは自分の過去と向き合うことをずっと後回しにしてきた。知ることで何かが壊れてしまうような気がしていたからだ。それでももう逃げることはできないと感じていた。22年という時間は短くはない。しかしその時間の中で彼が得てきたものは確かにあった。自分を育ててくれた家族のぬくもり、支えてくれた友人たちの言葉、そして何度つまずいても立ち上がってきた自分自身の力。それら全てが今の自分を作っていた。ゴミ袋の中で見つかった命がここまで歩いてきた。それは奇跡と呼んでもいいかもしれない。あるいは誰かの見えない意志が働いていたのかもしれない。ジュノはそう考えるようになっていた。捨てられたことは消えない事実だ。しかしその事実が自分を定義する全てではない。そのことに彼はようやく気づき始めていた。変化とは大きな出来事が起こる瞬間だけに訪れるものではない。小さな気づきが重なり、ある日静かに心の形を変えていく。ジュノにとってその変化の始まりは生みの母を探すという選択だった。怒りではなかった。罰したいわけでもなかった。ただ自分の出発点を自分の目で確かめたかった。それが今の自分をさらに強くする一歩になるとどこかで信じていた。そしてついにその日がやってきた。二人が同じ空気の中に立つ瞬間が。そしてその日は静かにやってきた。約束の場所はごく普通の喫茶店だった。派手でもなく特別でもない、ただの街角にある小さな店。ジュノは扉の前に立った。深く一度だけ息を吸った。扉を開けると窓際の席に一人の女性が座っていた。うつむいたまま手を膝の上で重ねていた。その肩がかすかに震えているのが見えた。ジュノは静かに近づいた。女性が顔を上げた。22年の時間がその瞬間に凝縮された。女性の目にはすでに涙があった。言葉より先に涙が語っていた。長い沈黙があった。誰も何も言えなかった。やがて女性は震える唇を開いた。ごめんなさい。たった一言だった。しかしその一言の重さは計り知れなかった。当時彼女はまだ10代だった。追い詰められ孤独でどこにも逃げ場がなかった。誰にも言えない秘密を一人で抱えていた。そして最も深い絶望の底であの選択をした。正しかったとは言えない。許せるかどうかも簡単ではない。ジュノはしばらくその顔を見つめていた。怒りを探した。しかしそこには怒りより先に疲れた一人の人間がいた。ジュノはゆっくりと椅子に腰を下ろした。向かい合って同じ空気を吸った。来ました。それだけを言った。責めるためではなく、ただ存在を示すために。泣いているのは彼女だけではなかった。ジュノの目にも静かに涙が光っていた。無理やりな和解ではなかった。作られた感動でもなかった。ただ二人は時間が積み重ねた現実の前に正直に立っていた。その沈黙の中に22年分の全てがあった。この物語はまだ終わっていない。二人の間に生まれたものがこれから先どこへ向かうのか、その答えは次のパートで明かされる。あの再会から季節が変わった。ジュノの日常は
表面上は何も変わっていない。同じ部屋で目を覚まし、同じ道を歩き、同じ時間に食事をする。でも何かが違った。胸の奥にあった名前のつかない重さ。それが少しだけ形を変えた気がした。消えたわけではない。許したわけでも忘れたわけでもない。ただ知ることができた。あの夜何があったのかを、あの人がどんな絶望の中にいたのかを知ることは許すこととは違う。でも知ることで人は少しだけ前に進める。ジュノはそう気づき始めていた。聖母のソヨンも変わった。長年封じ込めてきた記憶と向き合ったことで夜が少しだけ軽くなったという。眠れない夜が完全になくなったわけではない。それでもあの子が生きていると確かめられたことが彼女の支えになった。二人はまだ頻繁には連絡を取っていない。無理に関係を築こうとはしていない。それが二人にとっての正直な距離だった。社会にはこうした話に対して感動の再会を求める声がある。抱き合って泣いて全てが解決する物語を人は期待する。でも現実はそんなに単純ではない。22年という時間は簡単にはうずまらない。それでいいとジュノは静かに思っている。完璧な答えなど最初からなかったのだから、この物語に劇的な結末はない。ただ2人がそれぞれの場所で今日も生きている。それだけで十分なのかもしれない。次のパートではこの物語全体を振り返り、私たちに残されたものを見つめ直す。この物語に華やかな結末はない。それでも何かが確かに動いた。22年前、ゴミ袋の中に捨てられた命があった。その命は自らの足で立ち上がり、真実を探しに歩いた。答えを求めてたどり着いた場所で彼が受け取ったのは完璧な愛ではなかった。ただ一言、ごめんなさいという言葉だった。それで十分だったのか、それともまだ足りなかったのか、それはジュノ自身にしかわからない。でも一つだけ確かなことがある。彼はもう知らないままではない。人は時に残酷な選択をする。そして時にその重さを一生背負って生きる。どちらが正しくてどちらが間違いなのか、そんな単純な話ではないのかもしれない。あなたの隣にも誰かの見えない痛みがあるかもしれない。今日この物語がその痛みに少しだけ優しく触れられたなら、それでこの話を届けた意味がある。最後まで見てくれてありがとう。